ついに、劇場版ククルス・ドアンの島が上映されました。1979年に上映以来のリメイクというだけあって、各方面の注目度がまるで違いますね。その中で、オリジナル版とリメイク版の違いがいくつも出てきました。今回は、新旧、ククルス・ドアンの島の比較について紹介します。一部ネタバレが含まれています。ドアンのようなかっこいい戦い方をしたいという人は、高評価に向かってヒートホークでアタック。お気に入りのキャラやシーンをぜひ教えてくださいね。劇場版ククルス・ドアンの島で最も違うところといえば、登場人物が大きく違うことでしょう。島で生活する子供たちが、オリジナルでは4人だったのにもかかわらず、劇場版ではなんと20人。一癖も二癖もある子供たちを、ドアンはまるで孤児院の院長のように、一人一人に温かく接するんです。オリジナルよりも生活感が溢れているわね。劇場版では、第15話までに登場しないスレッガー注意も登場しているんです。無能な上官の命令により、島の調査中に行方不明となったアムロ。捜索を決行しようとしたブライトたちでしたが、上官の命令は、急いで次の目的地に向かえとのことでした。スレッガー注意は、軍法違反の危険を冒しつつ、ガイア・ハヤト、セイラに、アムロ捜索の提案をするんです。急に変なことを言うから、思いっきり引っ叩いてやったわ。スレッガー注意の言い方が、まずかったようですね。敵役のサザンクロス隊も今回初登場。かつてドアンが所属していたジオンの精鋭部隊でしたが、島の調査部隊に任命されるのでした。ホバー走行が可能な高機動型ザク2を送る5人の整備で、ドアンたちを最後まで苦しめました。それぞれの戦闘スタイルが違う点にも注目ね。さらにマクベやレビル総督も物語に登場。ゴップ元帥とマクベの交渉シーンも見どころですね。お兄様も部分的に登場するわね。原作では武器を持たずに素手で敵を倒すドアンの戦い方が有名ですが、劇場版ではヒートホークでドアンが無双します。かつてジオンではシャアにも並ぶとされるビッグネームだったドアン。ヒートホークで相手をなぎ倒すシーンは圧巻ですね。原作とは違い、モビルスーツ対モビルスーツで戦うアムロとドアン。近距離での戦いでは、ドアンの方が分があったようです。ドアンの反応速度はニュータイプレベルかも。原作では、アムロのコアファイターに岩を投げて撃墜しましたが、今回も微妙に岩を投げるシーンがあるんです。原作とは違う投げ方なので、あれって思うかもしれませんね。あれを岩投げと言っていいものなの？劇場版で最も見応えがあるシーンはやはり戦闘シーンでしょう。序盤にジムを倒すシーンやアムロとのバトル、サザンクロス隊との他対1の対決は見応え十分。最新の技術を用いた戦闘シーンは機体の細部まで滑らかに動きます。ガイア・ハヤトが前線するシーンやスレッガー注意の衝撃映像など、ところどころにこだわりが感じられますね。ただ、戦いよりもストーリーを重視していると思われるため、戦闘の時間はやや短め。もう少し戦闘シーンが見たかったと思ったファンも多かったはず。富野監督の得意な戦闘シーンの心理描写がやや少なかったわね。もう少し感情移入できるようにしてほしかったかな。原作ではドアンがこの島に来た経緯がしっかりと描かれていました。なぜドアンがこの島に留まることになったのか、子供たちはなぜこの島で生活しているか等ですね。ドアン自身の葛藤もオリジナルでは表現されていました。しかし劇場版ではその場面が大幅にカットされています。20人の子供たちの素性の多くは語られていません。ドアンがこの島になぜ来たのかも、なぜ軍を抜け出したことも不明です。子供のトラウマについては少しだけ紹介されてるわ。サザンクロス隊との関係についても、元隊長ということ以外はあまり多くは語られていないです。ククルス・ドアンに強烈な敵対心を燃やす現隊長のエグバートラー、ドアンに対し思いを寄せるセルマ・リーベンス。この2人についての情報がもう少し欲しかったように思いますね。オリジナル版では島についての具体的な情報がなかったのですが、劇場版では島にはモデルがあります。島の名前はアレグランサ島。
カナリア諸島の最北にある島なんです。カナリア諸島はアフリカ大陸の北西沿岸にある諸島群。物語でもよく登場するアフリカ戦線にほど近い激戦区だったのです。実はこの島を見れば見るほど劇場版の島に酷似しており、クレーター部分や荒れた土地もそっくりですね。特に似ているのがドアンたちが住む灯台の風景。ブンタベルガータ灯台はまんまですよね。モデルに忠実っていうか、そのまんま。でも、物語の舞台にはぴったりかも。もちろん設定が違うのは島の外観だけではありません。実はこの島にはある秘密が隠されているんです。ジオン軍にバレないように島の内部で仕事をするドアン。物語の後半にドアンの仕事の内容が明らかにされるんです。ドアンがジオン軍を離れたのはこのためだったのかな？ククルス・ドアンの見どころの一つとして挙げられる作画崩壊とも呼ばれた MS-06F ドアン専用ザク。ドアンザクの愛称で呼ばれた機体で根強いファンも多いです。通常よりも鼻が長いのが特徴で旧型っぽいデザインでした。劇場版でもドアンザクのイメージが生かされており、新デザインとなっても鼻の長さは変わりません。装甲の剥がれやどこか非対称となっている部分も劇場版ではより現実味を感じてしまいますね。劇場版のドアンザクはオリジナルよりかっこいいわね。オリジナル版ククルス・ドアンの名台詞は劇場版でも再現されています。戦いが終わり、ドアンのザクを持ち上げるガンダム。あなたの体に染みついている戦いの匂いが追跡者を引きつけるんじゃないんでしょうか。それを消させてください、ククルス・ドアン。このアムロの行動に驚き、アムロを責める子供たち。そんな子供たちにドアンが一言。あのお兄ちゃんのやったことはとてもいいことなんだよ。アムロの行動によってドアンは子供たちと生きる道を進みました。ドアンもアムロもかっこいいわ。劇場版が公開されたククルス・ドアンの島。より理解をするために原作も見ておくことをお勧めします。